皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気でしたか？今回は日本語のオノマトペについてお話をしたいと思います。日本人は本当にオノマトペをたくさん使って会話をしています。例えば、子供が笑っているという文章があるときに、1番、子供がニコニコしてあははと笑っている。2番、子供がニコニコしてえへへと笑っている。3番、子供がニヤニヤしてイヒヒと笑っている。だとすると、1番は無邪気に笑っている様子。2番は少し恥ずかしそうに笑っている様子。3番はいたずらをして相手を驚かそう、騙そうとして笑っている様子と捉えることができます。オノマトペを使うと、どんな風に笑っているか、その状況をリアルに想像することができるので、日常会話や文章表現を豊かにすることができます。オノマトペを使いこなせると、もっと日本語を楽しんでもらえるかなと思います。ちなみにオノマトペには擬態語、擬音語、擬声語の3つがあります。擬態語とは物の様子や感覚、動きを表現する言葉で、実際の音はしません。例えばこのブランケット、日本語で膝掛けとも言います。これを触るとふわふわしています。ふわふわとは柔らかくて軽い様子を言います。そしてまた、子供に対してはい、じっとしてって言うと、子供はじっとします。このじっとというのは動かない様子の言葉です。こんな感じで音にならない動きの表現だったり、物の感覚だったりのことを擬態語と言います。これを使うと相手にそのイメージを伝えやすいですね。次に擬音語は実際の音を表現する言葉です。物が発する音や自然現象を表すのに使われます。例えば手と手を叩く音、これをパチンと言います。そして何か硬いものがぶつかった音、1回叩くと、これはカチンと言います。2回叩くと、これをカチカチと言います。そして雨の降る音、これをザーザーと言いますね。擬音語を使うと臨場感のあふれる表現が可能になります。そして擬声語、人や動物の声や感情や行動を伝える言葉です。さっきのえへは恥ずかしそうに笑っている。いひひはふざけたりいたずらをした時の笑い声だったりと、人間の感情を伝えることができます。あと、猫はニャーニャー、犬はワンワン、豚はブーブーと鳴いているのも、これも擬声語ですね。擬声語は主に赤ちゃんや小さい子供に対して使う言葉が多いですね。こんな感じで日本ではオノマトペは欠かせません。どんなオノマトペがあるのかなと考えてみたんですが、たくさんあって全部を紹介できないので、今日はあ行のあからおまでで私が思いつくオノマトペを今から紹介したいと思います。今話した擬態語、擬音語、擬声語、全部混ざっていますが、ふんふんと思いながら聞いてください。ちなみにふんふんとは他人の言うことを気軽に同意してうなずくオノマトペですね。ふんふんとなんとなくわかったという感じで気軽に聞いてみてください。もし続きも聞いてみたいということであれば、コメント欄で教えてください。
また作成します。では今から始めますね。あから始まるオノマトペ。あかあか。火や明かりの勢いが良いこと。例、部屋の明かりが赤々と灯っていた。あたふた。慌ててる様子を表します。例、突然みんなの前でスピーチを頼まれてあたふたしてしまった。熱々。料理が熱いこと。恋人同士の関係が情熱的なこと。例、ほら、みんな、熱々のピザができたよ。例、あの二人はいつまでも熱々だよね。あっさり、味が薄くてしつこくないこと。例、このスープあっさりしてて美味しいね。あはは、これは笑い声の代表です。笑顔で明るく笑う声。いから始まるオノマトペ。いじ。いじけていて思うように行動できない様子。例。はい、もういじしないよ。お家に帰るよ。イチャ。恋人同士が仲良くしている様子。例。あのカップル見て。イチャしてて若いね。イラ。怒ってる様子を表します。例。もう、まだ呼ばれないの？もう1時間も待ってるよ。イライラするな。いひひ。ごまかし、気まずさ、悪巧みをしている時の笑う声。うから始まるオノマトペ。うっかり。不注意で気づかない様子。例。あ、うっかりしてた。トイレットペーパー買うの忘れてた。うっきっきー。猿の声。うっほっほー。ゴリラの声。うき。心が弾んで楽しそうな様子。例。もうすぐ春休みで子供たちがウキウキしてるよ。うと。眠たい時に使います。例。あの先生の授業聞いてたらうとうとしてきちゃった。うふふ。主に女性の笑い方の表現。口を隠してこらえきれずに思わず出る笑い声。えから始まるオノマトペ。炎が盛んに燃え上がる様。例。炎が延々と燃え上がる。話や催しなどが長い時間続く様。例。試合が同点のまま延々と続いた。子供の泣き声。えへん。得意げな様子で自慢している様子。例。えへん。これいいだろ？日本に一つしかないんだって。えへへ。照れている時の笑い声。恥ずかしい時に使います。おから始まるオノマトペ。おは不安や恐怖、緊張を表す言葉が多いと感じます。例えば、恐る、おじ、おた、おど、おろなど。これらは不安や恐怖、緊張を感じるときに使う言葉です。恐る。不安や恐怖に怯えながら行動する様子。例。幽霊が出るかもしれないと思い、恐る道を歩いた。おた。慌てふためいて何をしたらいいかわからない様子。あ行で出てきたあたふたとも似ていますが、こちらは緊張や恐怖から動作が遅くなっているイメージです。例。いきなり上司から書類を出せと言われて、おたおたしてしまった。書類がなかなか見つからず、おたおたしていると、上司がおたおたするなぁと怒ってしまった。おっと。何か物がこぼれそうになったり、こけそうになったりするときに出てくる言葉。例。
歩いていると石につまずき、おっとっととこけそうになりました。おほほ。女性などが口をすぼめて笑う声、もしくは上から目線での高笑いのこと、口元に手をやりながら、おほほほと笑う様子です。では、最後に簡単な問題を出しますね。1、このスープ、味が薄くてしつこくないね。言い換えるとしたら、このスープ、あっさりしてるね。2番、あ、忘れてて気づかなかったよ。トイレットペーパー買うの忘れた。言い換えるとしたら、あ、うっかりしてた。トイレットペーパー買うの忘れた。3、あの先生の授業を聞いていると眠たくなってくるよ。言い換えるとしたら、あの先生の授業を聞いてるとうとうとしてくるよ。4、試合が同点のまま長い間続いた。言い換えるとしたら、試合が同点のまま延々と続いた。5、幽霊が出るかもしれないと思って恐怖で怯えながら歩いた。言い換えるとしたら、幽霊が出るかもしれないと思って恐る恐る歩いた。6、笑い声のオノマトペ。笑顔で大きな声の笑い声は、あはは。失敗したりして恥ずかしそうに笑う笑い声は、えへへ。ごまかしたり、いたずらするときに笑う笑い声は、いひひ。女の人が静かに口に手を当てて笑う笑い声は、うふふ。女の人が蔑んで高笑いするときの笑い声は、おほほ。皆さん、答えはすぐにわかりましたか？はい、今日はここまでです。今回はオノマトペの紹介だったので、敬語だけで終わりますね。皆さんの国のオノマトペで代表的なのは何ですか？日本はニコニコ、ドキドキ、ワクワクかなと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。